こんにちは、たかしです。本日は10月14日土曜日、週末ですので、来週16日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。YouTube のメンバーシップがリニューアルいたしました。今までよりさらにお得になったプランをご用意しております。詳細は概要欄をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在冷やしはもみ合いですね。現在のところ上がったり下がったりという分かりにくい動きをしております。ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきておりますので、上値は重いだろうというのがイメージできます。そして GMMA の青帯は横向きですので、現在今までずっと上昇トレンドだったものが今横向きになってきましたので、そして今もみ合いなので、このもみ合いを終えて下落に向かっていくのかどうかっていうところですね。今はあくまでレンジですので、ここから下落するのかもう一段上昇するのかはこのレンジを抜けてからですので、まずは GMMA が横向きになってきて今トレンドがなくなってきましたよっていうのがわかる。そしてその中でストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきているので、上値が重い、そういう試合にあるんだっていうところは押さえておいてください。ただしレンジですので、下がったら上がるし上がったら下がるっていうのを繰り返す可能性がありますので、今ここから下落していくとは一辺倒に思わない方がいいと思います。まだここからレンジを終えて上昇するかもしれないし、レンジを終えて下落するかもしれない。今はどちらとも言える、そういう状態にあります。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足では黄色のボックスを一旦上抜けたんですが、結果的に今ボックスの中、しかも下限付近まで戻されてきましたよね。この上昇ですよね。ここにトレンドを作って上昇していったんですが、その上昇を全て打ち消されてしまいました。では月曜日ここからどうなるかですね。一旦は直近の安値付近で今下げ止まっているようにも感じます。そしてちょうどこの黄色のボックスの下限にも近いところですので、ここから反発して上昇する可能性もありますが、まずはこの下限付近までの下落を待ちたいところです。もし反発するにしても、まずはこのボックスの下限ですね、過去に意識されているこの下限付近まで、180.8 付近までの下落を待って、そこからどうなるかですね。そこで反発してくるのであれば、次はボックスの上限を目指す可能性がありますが、今はどちらとも言えないので、現在地付近から反発上昇する可能性もあるし、もう一段下落してから上昇していく可能性もある。もちろん上抜け、下抜けっていうのを過去にもしておりますので、下抜ければ直近の安値の178円ぐらいまで下落する可能性もあるので、そこはわからないんですが、まずはこのボックスの中に今あるので、ボックス下限付近まで引きつけて、反発をイメージするのであれば、ボックスの下限付近まで引きつけてというところですね。ストキャスティクスは安値圏にありますので、ここから反発上昇してもおかしくないと思いますが、週明けすぐに反発するというわけではなく、例えばここのあたり、現在地付近でもう少し揉み合ってからの上昇になるのか、それとももう一段下落してからの上昇になるのかっていうところを見ておきたいので、15分足ぐらいでの動きを見ておくといいかもしれませんね。では1時間足です。1時間足にはフィボナッチリトレースメントを引いてます。直近の安値178円付近からの上昇に当てたフィボナッチリトレースメントの現在は 38.2% ぐらいまでは下落してきましたね。金曜日は 23.6% 付近で揉み合っていたんですが、そこから下抜きして 38.2%。ここっていうのは過去の安値付近でもありますので、反発しやすいところなんですね。ただもう一段下落する可能性もありますので、この黄色のボックスの下限、先ほど4時間足のボックスの下限ですね。それがちょうど 50% 付近にもなりますので、だいたい181円付近、その付近までの下落はイメージしておきたい。なのでもう一段下落してくればボックス下限からの反発の上昇がイメージできますが、現在地付近から上昇しても今 GMMA の青帯が下向いてきてますので、金曜日もこの GMMA の青帯で上値を抑えられて下落してきてますよね。ということは月曜日上昇してきたとしても、再び GMMA 付近は意識されやすいと思いますので、そのあたりからの下落の流れっていうのができる可能性もあります。で、逆に今黄色のボックス下限から反発上昇するならいいんですが、今みたいな中途半端なところから上昇していた場合、じゃあどこになれば上目線に変わるのかっていうと、基本的に今こういうトレンドを作ってます。こんな感じですね。ここ1時間足はこういうトレンドを作っているんですね。ですので、まずはこの直近の戻り高値を超えてからですね。今は下落中ですので、上昇しても下落しやすい。イメージとしては GMMA の青帯付近からの再下落っていうのが考えられるんですが、ここから現在地付近から上昇してくるのであれば、このトレンドを崩してきたところからですね。まずは GMMA の青帯の上にしっかり乗せて、そこでサポ
フォードされて上昇していくようなイメージを持っておくのがいいと思います。基本的には今1時間足では下落優位、4時間足と日足は方向感がないところで、ただ4時間足は現在反発ポイントにも来ておりますので、金曜日安値付近からの反発上昇も見ておきたい。ただ今の状態からどんどん上昇できるかっていうと、そういうイメージはありませんので、基本的には1時間足のこのトレンドに沿った戻り売りなんですが、上昇する場合は少し時間がかかると思いますので、あまり焦ってエントリーはしない方がいいと思います。ではドル円です。ドル円の日足もポンド円と同じく大枠ではレンジなんですね。現在地付近で横の動きをしてからの上昇になるのかなというそんなイメージを持っております。ただドル円もストキャスティクスがよくわからない動きですね。MACD も弱い感じですので、やはり上値は重くってどんどん上昇していけるかっていうとそんな感じでもない。ただ現在平行チャンネルを描いてますが、このチャンネルの上限を目指すのであればだいたい152円ぐらいを目指して上昇してきますよというところなので、まずはその辺付近までの上昇をイメージしておきたいんですが、すぐに上昇していくというイメージではありませんので、まずはもうしばらく揉み合いを終えた後の上昇になるのかな。なので現在地付近でじりじりと上昇するかもしれませんけれども、基本的には上値は重いので、中途半端なところでポジションを持つと結構深めの押しをつけるなどの動きをする可能性があるので、そこは注意ですね。しっかりと下がってきたところからの次の上昇の流れっていうところを考えておく必要があります。では4時間足です。4時間足は赤の平行チャンネルを描いております。で、過去にも赤の平行チャンネル、この下限付近からの上昇になってきております。過去もずっとそうですよね。この下限上限っていうのが意識されているのがわかりますので、まずは今中央付近にありますので、どっちに行くのかを見届ける期間になってます。ここから上昇していけば上限を目指してくるかもしれないですし、再び今ここから下落していけば下限を目指すような動きになるかもしれない。今はどちらともわからないところにありますので、まずはここをどっちに抜けるかっていうところを見ておきたいですね。現在はもう直近の最高値付近にありますので、やはりここっていうのは高値圏での乱高下をしやすいところなので、その辺は注意ですね。ここからまだ上昇する、先ほど日足の平行チャンネルこれですけれども、この152円とかを目指して上昇する可能性もあるし、今4時間足の平行チャンネルの上限は151円ぐらいのところにあるんですが、その辺を目指して上昇するかもしれませんが、現在地が高値圏にあるということは高値圏での揉み合いとか乱高下とかが起こる可能性があります。上昇をすれば売られやすいし、下がってくれば買われやすいという、そういう分かりにくいところにありますので、分かりやすい形を作った時だけエントリーをするようにしていきましょう。今4時間足ストキャスティクスは高値圏から下落中、日足のインジケーターもちょっと怪しい雰囲気になってますので、基本的には月曜日は上値が重いだろうという、そんな感じの印象を受けます。では最後に1時間足です。黄色のボックスを上抜けてからの現在は調整の下落みたいに見えます。ただし結構上値が重い、先ほどの4時間足とか日足のインジケーターを見てても上値が重いのがわかりますが、やはり GMMA の青帯で反発しても弱いんですよね。ですのでもうちょっと深く入ってくる可能性があるので、金曜日の安値ではなく黄色のボックスの上限ぐらい 149.3 付近までの下落は見ておきたいですね。ですのでその辺ぐらいまで下げてくれば、そこからの反発上昇をイメージしておいてもいいかもしれません。ただし現在地付近っていうのも反発の候補にはなりますので、現在地付近で15分足ぐらいで値固めをすればそこからの上昇になっていけると思いますが、4時間足とかもうちょっと弱いなと感じますので、もう少し反発上昇するにしてももう少し時間がかかるのかもしれませんね。まずはこの調整の下落がいつ終わるのかを見ておく、そして次の上昇のタイミングに入るのを待っておくのがいいと思います。そうするとこの高値、最高値 150.1 ぐらいまでは上昇してくる可能性、もしかすると先ほどのこの4時間足の平行チャンネル、赤い平行チャンネルの上限の151円ぐらいまで上昇するかもしれませんので、その辺見ておくと面白いと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。